こんにちは。日本語も日本も学ぶのまさきです。今日のレッスンは漢字1、漢字の読み方、訓読み、音読みです。一章は訓読み、音読みです。まず和語と漢語を復習します。次に訓読み、音読みと和語、漢語の関係を見ます。2章では漢字の振り仮名と和語の送り仮名を説明します。3章は音読みの3世代です。漢字の音読みである語音、漢音、答音について話します。漢字辞書で訓読みや音読みがどう表記されているかを紹介します。1章、訓読み、音読み、和語、漢語との関係。前回の外来語の動画で使ったスライドです。前回は右の外来語を説明しました。それに対して今日は漢字の言葉を説明します。漢字の言葉には古くからある和語と中国から入ってきた漢語があります。次もひらがな、カタカナ1の復習です。日本語の書き方には漢字、カタカナ、ひらがなの3つがありました。上に書いてあるのは例文です。今日はラーメンを食べました。この文では今日と食べるを漢字で書いています。今日は漢字だけで書いていて、食べる、食べましたはひらがなと漢字で書いています。この動画はこれらの漢字で書く言葉について説明していきます。漢字は複数の読み方を持ちます。それは訓読みと音読みです。すでに見ているこの漢字はマウンテンを意味します。和語の音である訓読みでは山と読みます。漢語の音である音読みでは山、千と読みます。このように一つの漢字は訓読み、音読みと複数の読み方を持っています。3つの漢字に増やして見てみましょう。3つの漢字は訓読みだと山、川、学ぶ。音読みだと山、千、学と読みます。訓読みは和語で使えます。一方、音読みは漢語で使います。逆に言うと、和語の山、川、学ぶは訓読みです。和語を学ぶと訓読みがわかります。同様に漢語を学ぶと音読みがわかります。2章、振り仮名、送り仮名。次は振り仮名、ルビです。振り仮名では漢字の読みを小さいひらがなもしくはカタカナで書きます。振り仮名の目的は漢字を読みやすくすることです。読み方の難しいこれらの漢字も挑発、逸脱する、高ぶると読むことができます。また、子供や日本語学習者でも漢字を読めます。これが振り仮名の目的です。すでに見た山、川、学ぶを辞書で書かれている形で見てみましょう。漢字の辞書ではこれらのように意味、音読み、訓読みが書かれます。このうち学ぶの訓読みを見てもらうと、学とぶが
点で区切られています。これは送り仮名の表記です。送り仮名は漢字のステムより後ろの読みをひらがなで書くことです。先ほどの学の場合だと、学ぶとぶだけ送り仮名で書きます。また、この美という漢字だと、訓読みを美しいとしいを送り仮名として書きます。学ぶは動詞で、美しいは形容詞です。これらの和語の動詞や形容詞に送り仮名をよく使います。3章、音読みの3世代、語音、感音、答音。次に、この3つの漢字を見ていきます。左の2つの漢字は今日になります。また、右の2つの漢字は明日になります。ここで音読みを見てみると、今まで見たことのない漢字が出ています。これらは音読みの3タイプを示します。音読みには日本に渡ってきた順番に3世代の音があります。最初の世代は語音です。語音は6世紀までに中国の江南地方から来た音です。語音は早期の中古漢語ミドルチャイニーズの音です。右の漢字では日、今、明が語音の音です。次に2つ目の世代の音読みが漢音です。漢音は7世紀から9世紀の間に長安から来た音です。漢音は後期の中古漢語ミドルチャイニーズの音です。右の漢字では実、金、明が漢音です。10世紀より後の日本の平安時代から江戸時代に入ってきたのが答音です。答音の言葉は少ないです。右の漢字だと明が答音です。この明のような古いマンダリンの音が答音の音です。以上のように音読みには主に語音と漢音があります。答音の日本語は少ないです。再び漢字辞書の表記で見てみます。今日は今日とも読めますが、今日はフォーマルな言い方です。話し言葉では使いません。また、今日という読み方が音読み訓読みにはないです。明日でも同じです。話し言葉の明日にもフォーマルな明日、明日という読み方があります。これも明、日は辞書にありますが、明日は漢字の音読み訓読みにはないです。このように音読み訓読みとは別の発音をする単語も存在します。音読みだけでなく訓読みも多い場合があります。送り仮名をつけると明かり、明るい、明らむ、明ける、明くる、明かすです。この明のように訓読みをたくさん持つ漢字もあります。今日のレッスンはこれで終わりです。4章まとめ。1章では和語は訓読み、漢語は音読みであることを学びました。2章です。振り仮名があると子ども学習者が漢字を読めることを学びました。
また送り仮名は和語の訓読みに使うことを学びました。3章です。音読みには語音と漢音が多いことを学びました。また民のように訓読みの多い漢字もあることを学びました。エンディングです。動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルの購読と動画へのいいねお願いします。次の動画でお会いしましょう。See you later. 再见。